はい。ではね、黙々木曜日のね、玉木ライブを始めていきたいと思います。いや、しかし寒いな、今日も。換気扇つけてるんですけども、寒いっすね。1。あ、こんばんは。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。また結構ずれてるから、ちょっと修正しますね、音声を。これでどうだ？うわ、めちゃめちゃずれてるな。音声が。ずれてるっていうレベルじゃないぞ、これ。こんなんでどうだ？そうね。一国道になっちゃうんすよね。なんかね、原因はよくわかんないんですけれどもね。だからといって、まるまるパソコン買い替えるのは嫌だしね。なんで、配信のね、状態見ながらね、微調整してるんですけれども。これね、話してる間にね、だんだんね、ズレがね、大きくなってくるんですよね。音とへの。だからね、適宜それはね、対応してきます。ということでね、今回、副題にもあったね、コリータって何って話なんですけれども。コリータってね、これです。見えるかな？これね、コイーバのパッケージだけれども、コイーバじゃないですよね。コリータですよね。何なんだろうね、これ。これね、いただき物なんですけれども、何なのかわからない。俺もわからない。うん、シガリロなんですけどね、パッケージとかもどう見ても。でも、ものすごいコイーバのパクリなんですよね。うん、何なんだろうね。で、まあ、今回ね、こちらの方をね、吸ってみようって感じなんですけれども。とりあえずね、ここにね、どういうものかね、成り立ちっつうかなんつうか、書いてあるので読んでみてみましょう、こちらの方。ごめんね。英語で書いてありますね。オールナチュラルタバコ、メイドインザ・ドミニカン・リパブリック。まあ、つまり
ドミニカ共和国製造ですね。インポーテッドバイエドサンカンパニー、マイアミ、フロリダ。うん。がっちりアメリカの会社が作ってますね。はい。こんばんは。密かにいつも楽しみにしています。密かじゃなくていいですよ。隠さなくて大丈夫です。で、その下にコリータ、ヘッドロゴ、パッケージングデザイン、トレードマークオブ、エドサンシガーカンパニー、インコーポレッテッド。つまり、アメリカのフロリダのエドさんという会社が、作ってるシガリロになりますね。うん。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。じゃあね、開けてみましょうかね。これ。ご会長、2つ入ってる。これね。うん、見てくださいよ、これ。あんまりだな、これ。パクリもいいとこじゃないですか、これ、コイーバの。このヘッドマークも、このカラーリングももう完全にコイーバでしょ、これ。ね、これ。ひどいなんてもんじゃない。すげえな、もうこれ。めちゃくちゃですね。まあ、細かいこと言うと、当然、どこかの会社、ハバノスが、作ったものなので、商標っていうものがあるわけなんですね。商標権は保護されないといけないんですけれども、キューバはアメリカから経済制裁を食らってるので、アメリカは保護してくれないんですね。あらゆることについて。なので、このコイーバの商標もアメリカが守らないので、まあ、やりたい放題なんですね。ヨーロッパなんかはね、いくつかの裁判所が守れっていうふうなことでね、起こったので、ヨーロッパの会社とかが丸々パクるっていうのはないんですけれども、アメリカはね、あのね、勝手にコイーバのね、名前つけた灰皿売ったりとか、勝手にコイーバの名前つけたコニャク売ったりとか、まあ、やりたい放題ですね。そんなこんなで、このコリータもそういうふうに作られたんでしょうけれども、いや、ひどいね、これもう。はい。こんな感じでね、ぼやぼやですけれども、完全にコイーバのしがりのコイーバショーツ、そっくりですね。ただ箱の感じからするとかなり古いですね、このしがりろ。結構傷んでるし、最近のものじゃないですね。黙々木曜日の葉巻ライブだからね、とりあえず何も吸わずに話をするわけにもいかないのでね、吸ってみましょう。結構葉巻の色吸って成分が出て茶色く染まっちゃってるので、かなり古いと思います。くっせ、なんだこれ。くさー。何これ。せいさん、これめちゃ臭いですよ。なんだろう。カラッカラになったね。かしわ餅みたいな香りなんていうか。うん。なんか、あんこが本当に水分なくなるまでカラッカラになったみたいな香りがするな。で、リングにはコリータ、リパブリカ・ドミニカーナって書いてありますね。うん。ドミニカシガーナな間違いない。臭いな、これ、本当に。はい。しつこいようですが、この、コリータっていうね、謎の恋バのパチモンをね、吸ってみたいと思います。普通のソースとかシガリロみたいにヘッドはもう切ってありますね。
どうやら捨てましょう。嫌だな。なんだこの匂い。なんだこれ。まずい。なんだこれ。本当にまずい。着工着工臭いな、これ。タバコの味じゃない味がするぞ。タバコがしてはいけない味がしてる。吸っても大丈夫なんですかってことはね。そうやって体を張るのがね、こう仕事というか、なんというか、吸いたかないですけれども、これ。これね、着工シガーですね。シガリロですね、間違いなく。なぜなら、このヘッドを加えた後、唇を舐めると甘い味がするんですよ。ラムか何かの着工ものだと思いますけれども、ひどい。これはひどい。あ、まずい。唇を舐めると本当にまずい。勘弁してくれ、これ。なんでこれ。それいくらぐらいするんですか？いや、わからないです。もらい物なので。誠一さんからもらったので、これ。うん。あれ、止まっちゃってるよ。お口直しにキューバ吸いましょう。キューバ吸っていいんですか？吸いたいんですけれど。ぜひお願いします。いや、前ライブの時もお話ししましたけれども、基本的にね、どんなにまずい葉巻でも、制作者のことを考えて、リスペクトっていうことでね、吸い切るようにはしてるんですけれども、まず、これは無理だ。まあ、シガリロだから、いっか。これ機械巻きのはずなのでね、手作りではないんで、そこのところで自分を納得させたいと思います。これね、コリータさん。本当にひどい葉巻でした。これね、お前は葉巻と名乗ってはいけない。ダメ。忘れた。ひどい話だ。楽しむためにね、葉巻を吸ってるのでね。こういうのをね、するとね、本当にね、慣れてくるんですよね。まあでも、そういう風なものをね、知らないと、美味しい葉巻がわからないっていうのもありますし、いろいろね、チャレンジするのはいいことじゃないのかなと思います。ね、こんばんは、遅くなりました。こんばんは、コリータ。誠一さんに文句言ってください。そう、誠一さんのせいです。誠一さんが悪い。
今度会う時なんか美味しい葉巻をください。これはちょっとお返し、あと残り1本あるから返しても、でもどうすりゃいいのかな。おはようございます。いやー、ひどい葉巻だった。これ、でも吸いたい人いたら、俺の知り合いにラスト1本入ってるので、吸ってもらおうかなと思います。その人の意見も聞きたい。ひでえよ、もう。この、着香、着味、味がついてるシガーを吸った時に、口につく、その味を舐めてしまった時、最悪なんですよね。本当にまずくて。人工香料、甘味料、バリバリじゃないですか。本当にまずい。ああ、美味しい。ハバノス本当に美味しい。うーん。銀ネプからこんにちは。ああ、銀座ネプラスにいるんですね、マロ君。いいっすね。週末ください。週末ください。週末は売り物じゃないですよ。何ですか？ゴロさん、吉祥寺のシガーセミナーに興味ありますが、テーマありますか？はい。ですね。その話しようかと思ってたんだ、ついでに。吉祥寺のね、あの、ビジョンさんでね、シガーセミナーをやります。俺が。で、当然ね、席もね、限りがありますので、吉祥寺ビジョンっていう風に検索したら出てきますのでね、そちらに、お電話なり、メールなりしていただいて、席の確認と、料金の確認をしていただければと思います。料金がね、セミナー代金が、1万5000円で、プラス2ドリンク。で、いくらだったっけな。3000か4000かな、その分が。だからトータルで、2万弱、ドリンクをさらに追加頼むんだったらそれ以上っていう風な感じだと思いますので、詳しくは、ビジョンさんにお問い合わせ、もしくは、インスタとかツイッターとかをご覧ください。っていう感じですね。日曜日にシガリロ吸ってみたいです。ああ、吸いたいってことね。週末くださいっていうのは。うん。忘れてなかったらあげる。しかしね、すごいなぁ。うーん。はい、じゃあね、シガリロのね、話をしようかとね、思いますね。シガリロ、シガリロって言うんですけど、皆さん、シガリロっていう名前のものは、キューバには実は存在しないです。ね。って皆さん思うかもしれないですけど、ないものはないんです。これね、みんなシガリロ、シガリロって言うんですけれども、いわゆるそのもの自体は何かって説明すると、機械巻きで作られた、タバコ製品なんですね。構造上は葉巻っていうふうに言えますけれども、プレミアムシガーのように3層になってないんですね。つまり、プレミアムシガーとは違う点他にもあります。加湿しないですね。これ皆さんドライシガーっていうふうに言いますけれども、ドライシガーっていうものも存在せずに、勝手にどこかのメーカーが作った名前です。シガーはシガー。マグロはマグロと同じようにね。でもマグロもキハダマグロとかね、なんちゃらマグロとか、いろいろなね、お店が勝手に名前つけたから、マグロでよかったものを本マグロっていうふうに言わざるを得なくなってしまった。プレミアムシガーもそうで、シガーっていうのはそもそもシガーだったんですけれども、ドライシガーとかミニシガーとか
いろんな名前をつける人が出てきたからプレミアムシガーっていう風に別の名前をつけざるを得なくなってしまったんですね。はい。じゃあこのシガリロっていうのはそもそもどういう成り立ちなのかってことなんですけれども、面白いものをお見せしましょう。はい、ざん。何でしょうか、これは。勘の鋭い人ならわかると思います。なぜなら、ここについてるマークがラファエル・ゴンザレスなんですよね。えラファエル・ゴンザレス。下に名前が書いてありますね。シガリトスって書いてあります、これは。50本入りですね。ラファエル・ゴンザレス、シガリトスという葉巻になります。後ろ見るとね、ハバノス、2003年に作ってるっていうのがわかりますね、これ。いやー、シガリトスなんてね、箱開けるの久しぶりだな。おお、ごっちゃごちゃになってる。これね、見てもらうと、はい、ざん。これだったらわかりやすいかな。一本取ってみましょう。はい。めっちゃちっちゃい葉巻ですね。シガリロと比べてもこんな、太さは本当にシガリロです。ラファエル・ゴンザレス、シガリトスね。こちらの葉巻はラギートナンバー3って言われるビトラです。ラギートナンバー3がビトラ・デ・ガレラですね。ビトラ・デ・サリダって言われる。ショップとかで使われる名前はスモール・パナテラって言われまして、リングゲージは26だな。で、長さが115ミリなんですけれども、沸騰アンカットしてるものをフレッシュロールって言われてるのも解説をお願いします。それちょっと後でにしよう。今、シガリロの話してるからね。シガーナビで読んだことあるような。そうそう。シガーナビにも多分これ出してると思います。つまり、このサイズの葉巻をシガリトスって言うんですね。で、これはプレミアムシガーなので、当然ハバノスなので手作り。一個一個手で巻いてます。シガリトス。スペイン語風に言うんだったらシガリトスになりますけれども、シガリト。この葉巻を見て、この葉巻何って聞いたらそういうふうに答えるわけなんですけれども、この葉巻の名前、受け取った人がこの葉巻の名前と受け取ったのか、それともこのサイズの葉巻と受け取ったのかがわからない。あるでしょ、受け手側でね。その意図が分からずに勝手に名前をつけちゃって、そういう風な名前になってしまうっていうこと。えね。例えば、アメリカに新大陸発見して、で、そこがね、インドだと思ったので、土着の人たちをインディアンっていう風に名前つけちゃったりね。今はネイティブアメリカンって言わないといけないんですけれども。だからね、要は、このシガリトスをね、見て、それ以外の機械巻きの葉巻も、同じような形、サイズ、太さなので、シガリロと思い込んで、そう名前をつけたっていうのが一つなんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。はっきり言って何が正しいっていうのは分かりません。いろんな説があります。ただこれは有力な説だと思います。なぜなら、その名前の細巻きのハバノスがこのように存在するからです。ちなみにね、シガリロとね、言ってキューバでは買えないです。なぜなら、キューバに行ってシガリロお願いしたら、あるんだったらこれが出てくるわけです。いわゆる
この、なんだ、日本でシガリロって言われている葉巻を、欲しいだよっていうふうにキューバのショップに行って買うんだったら、これだよこれっていうふうに指していったら、ああ、これはメカニザードだよっていうふうに言ってきます。メカニザード、マシンメイドってことですね。機械巻きで作っているタバコ製品なのでメカニザード。正直キューバでは、まあいろんな呼び方するので、それを。どれが正しいっていうのは特にないです。シガリロって言ったら、ピンとくる、キューバ人もいるかもしれないです。ただ基本的には、そうは呼ばないです。細いけどちゃんとカットするもんなんですね。慶翔さん、そうなんですよ。入れたり出したりしてるけれどもシガリトスはね、これもね、プレミアムシガーなので、加湿をしてヘッドをカットする、ドライシガーではないですね。いいかなこれ。こんな感じでね、カットはされてないんですよ。これもれっきとしたプレミアムシガーです。一昔前はリングゲージが細い葉巻が多い気がしますが、時代の傾向ですか？鋭いですね。いい質問です。葉巻というのも、高級嗜好品の一つなので、時代を映す鏡としてね、流行り廃りっていうものがあります。どっかで聞いた時ないでしょうか？シガーバーとかで葉巻を吸ってると、なんか分け知り顔のおっさんが、いやもう最近の葉巻はね、短くて太いのばっかりだよね。こういうのじゃなくてね、もっとね、昔風のね、細くて長い葉巻が好きなんだよね、みたいなことを言う人がいるんですけれども、ちょっと間違えてます。最近の葉巻はね、特にね、2000年代後半から、出てきた葉巻の特徴なんですけど、ハバノスは太くて短い。ゴン太な葉巻が多いんですよね。それはなぜか。基本的に葉巻の市場、マーケットで、一番大きく伝統的に、巨大市場っていうのはヨーロッパ圏になるんですね。で、ヨーロッパではね、日本よりもさらに厳しくその時から、その頃から、禁煙っていうのがね、国全体でユーロ圏で進められてきてしまったわけなんです。ただユーロ圏、海外ね、特にユーロ圏ですけど、の、禁煙って日本とかなり質っていうか内容が違うんですよ。基本的にあちらさんは、え屋内全面禁煙。その代わり屋外全面喫煙っていう分かりやすい区分けなんですね。だからヨーロッパで外歩いてるともうそこら中にね、タバコの吸い殻がめちゃめちゃ落ちてるし、みんな歩きタバコしまくり。それ何のために禁煙政策進めてるのかって感じなんですけれども。となると、フランスとかでね、パリでシャンゼリゼ通りのね、おしゃれなカフェで、おしゃんなカフェで葉巻吸おうとするじゃないですか。これエスプレッソでも飲みながら葉巻ぶち決めたるねんっていう風にするじゃないですか。寒いんですよね。ヨーロッパというのは基本的に日本よりも緯度が高く北の方にあるので、まあ寒いです。寒いので、凍える前に、吸い終わる、吸い応えのある葉巻が求められるわけなんですよね。でハバノスっていうのはキューバで一番賢い人たちがね、集ってる会社なので、マーケティングもきっちりやってるわけです。そこのところのニーズをキャッチアップして、太くて短い吸い応えのある葉巻を出した。一番わかりやすいのなんか言ったら、ロメオ・ユフリエータですかね。ショート・チャーチルとか。うん。今吸われてるのはトロですか？トロではないです。
今吸ってるのはポール・ラーニャーガのピカドレスなんですけれども、一つ参考に言うと、トロというビトラはキューバにないです。ノンキューバンでだけしか使われないです。話を元に戻しましょう。で、ロメオ・フリエタがショートチャーチル、ワイドチャーチル、ペツチャーチルっていう風に、ゴン太の葉巻を、絶え間なく出したんですね。するとそれがめちゃめちゃ当たった大当たりになったわけです。ハバノスっていうのは長く一番売れるブランドはモンテクリストだったんですけれども、そのチャーチル3兄弟を出したあたりから、一番売れるブランドはロメオ・フリエタになりました。だからね、ハバノスで一番売れるのがモンテクリストっていう風にブランドをね言ってる人はちょっと情報が古いです。アップデートした方がいいですね。そう。時代の流れとヨーロッパの気候がね、関係しているのです。勉強になりました。こういう勉強はね、面白いでしょ。で、その前、確かに、葉巻は細くて長いっていうのが、その前のトレンドだったんですね。これは、細い葉巻っていうのは、巻くのが難しい。前回言ったと思いますけれども、ラッパー側の原価8割なので、ラッパーを割らずに長い葉巻。長いというのは、つまり大きいラッパーじゃないと作れない。そして細くてまっすぐな葉巻。これは職人がうまくないと負けないので、それを作れるっていうのが、そのブランドのクオリティの高さ、工場職人の質の高さの証だったんですね。で、それは、そのトレンドは結構長かったんですよ。革命前からそうだったので。うん、ただね、玉木というのはコロンブスがね、新大陸を発見した時から歴史が続いているものなので、その、さっきお話しした細くて長いエレガントな葉巻、パレホって言われる葉巻ですね、の前のトレンドがありまして、それはもっと長いです。その、あの、ね、街中のバーとかでね、葉巻俺詳しいんだぜみたいな、おっちゃんとかがね、言ってくる細くて長いエレガントな昔の葉巻っていうのは、そのさらに昔のね、形っていうのは葉巻は実はあるんです。それより前の葉巻っていうのは、いわゆるペルフェクトです。見た時ありますよね。こう、両端がすぼまってる葉巻です。ペルフェクト。いわゆるね、アメリカの昔の漫画とかカートゥーンとかでもね、葉巻っていうのは、いわゆる葉巻型っていうのはもうその形じゃないですか。両端がすぼまってるやつ。昔の葉巻は実は全部それでした。平行でヘッドが丸いやつじゃなくて、両端がどっちもすぼまってるやつですね。なんでかっていうと、昔の葉巻は、厳密なね、何ミリ何センチまでのビトラっていうのはそこまで厳格に求めなかったんですね。箱に何本入ればいいみたいな感じで。今は葉巻巻くのに型枠を使いますけれども、そういうものもなかった。フリーハンドだったんですね。1960年代よりさらに前、1800年代とか、さらにその前とかも、そのトレンドでした。なぜかというと、葉巻の作り方は基本的に今も昔も変わらないです。味を決める、ブレンドされた葉っぱ、フィラーがあって、それを固めるバインダーがあって形作ります。で、ラッパーで表面をきれいに巻いて出来上がりなんですけれども、昔はね、フィラーバインダーっていう風に固めた後、ラッパーゴロって巻いて、両端キュッてねじって、パチッと切ったんですね。それで一本出来上がり。それで作るのって出来上がるのは、ペルフェクトになるんですね。両端がすぐ持って。これが、葉巻が発見されてから、もうずっと長い間の一番のトレンドだったんですね。だから、時間的に言ったら、それが一番長いトレンドでした。そう考えると、今の時代にモンテカルロスを購入できたのはラッキーでした。うん、ラッキーですね。そう、モンテカルロスとかは、要は一世代前のね、流行りの形なわけですから。
でもね、ペルフェクトは言ってみれば、さらにレトロな形なのでね、結構ペルフェクトって、あんまり触手が動かない。吸おうとする人がそんなにいない葉巻なんですけれども、あれこそ原初の葉巻の形、クラシック、一番クラシックな形なので、ぜひ吸ってみてください。でね、現代のペルフェクトっていうのは、両端がすぼまってますけれども、フット側の方は、若干ヘッドよりも膨らみがあるように作られてるんですね。だから、火をつけると極小から一番最大形になって、そこからだんだんちょっとずつ細くなっていくっていうことなので、非常にね、ハバナス特有の喫煙の味わい、香りの変化っていうのがね、分かりやすい葉巻なんですよね。だからね、ぜひね、ペルフェクト吸ってみてください。美味しいので。で、なんだっけ、フレッシュロールがどうのとかなんか質問が来てたな。何でしたっけ？何々沸騰をアンカットしてるものをフレッシュロールって言われてるのも解説お願いします。うん。沸騰をアンカットしてるものをフレッシュロールって言われてるのも解説お願いします。うーん。まず解説すると、葉巻を巻いた時に、この沸騰の部分をカットして処理するのが、正しい葉巻の工程なんですね。なんで、アンカットっていうふうに誰がつけたかわからないですけど、名前がついてますけど、カットしてない時点で、完成している品ではないんですね。ただ、そういう外見が変わってるものがレアっぽい、生っぽいので、それをマーケティングとしてね、使おうっていう風なメーカーが出てきたわけなんですね。ただね、俺に言わせればアンカットをね、好んで吸う人はね、ちょっとよくわからないですね。アンカットの葉巻も俺は何個か当然吸った時ありますし、もらった時もあって吸いましたけれども、アンカット出されたら俺はフットカットします。必ず。なぜかっていうと、アンカットのフットに火をつけると、まっすぐ燃えないんですね。カットされてない。平行ではないので。平面ではないので。だからね、バラバラに燃え進んでいくことになるので、片燃えしやすいんですね。みんな片燃えした時どうすればいいですか、どうすればいいですかっていう風な話になるじゃないですか。じゃあ火つけた直後から片燃えするようなアンカットはね、いかんでしょっていう風なことになるわけなんです。で、アンカットしてるものをフレッシュロールって呼ぶっていう話なんですけど、フレッシュロールっていう言葉もハバノスには存在しないんですね。何なんですかね。まあ、ロールっていうのは、いわゆるハウスロールとかも言われるので、葉巻自体を指してると思うんですけど、フレッシュ、新鮮っていうことなんだと思いますけれども、新鮮かどうかは、まあ、吸う人によってよりけりですし、ね、どのぐらいを新鮮っていうのがちょっとわからないですね。箱に詰めてから1ヶ月、それとも巻いてから1ヶ月。基本的にね、葉巻っていうのは巻いてその場で箱に詰めたりしないです。葉巻を巻いた後、湿度とかを飛ばして、葉巻を巻くときはほぼ濡れてるような状態で巻くのでね、そうしないと割れちゃいますから、葉っぱが。ほぼ濡れてるような状態で巻いたりするので、葉っぱが伸び縮みしてくっついたりするわけなので。なので、巻いた直後っていうのはね、びっちょびちょ、すごい水っぽいので、そのまま箱に詰めたりしません。エスカパラテっていう工程に運ばれます。エスカパラテっていうのは、杉製の棚、本棚みたいなやつですね、が部屋にぎっしり積み込まれた、ところで、葉巻をそこに陳列並べて、湿度をある程度まで、飛ばすっていう工程です。うん、数週間から数ヶ月、ね、ものによってはさらに
状態を見て、そこで管理されるので、フレッシュっていう状態はそもそも葉巻に存在しないんですよね。運搬の際に冷凍せずに持ってきたものをフレッシュロールって呼ぶと思って聞きました。ってことはハンドキャリア全部フレッシュになっちゃいますよね。これね、結局ハバノスが作った言葉ではないので、みんな勝手にそういう風に呼んだり解釈しちゃったりするので、はっきり言ってね、わかんないですね。だからフレッシュロールっていう風に言ってる人がいたら、その人捕まえて、おい、今どういう意味でフレッシュロールって言ったんだっていう風に、その人ごとにね、聞いてみないとね、多分わかんないです。まあだから面白いとも言えますけれども、正直ね、その言葉が正しいかどうかとかまでね、考えてる人ってね、葉巻の世界ほぼいないんですよ。むしろ知ってるんだぜ、これみたいな感じでハンカツで意味を知らずに使ってる人の方が多いので、逆にそれ突っ込んでみて聞いてみると、答えが不明瞭だったり、矛盾してたり、いきなり怒られたりっていう風なのがね、あったりするので。まあね、葉巻の世界ではね、知らない言葉は使わない。使うことによって広めてしまうことになるので。それはね、気にした方がいいかもしれないですね。俺も気にしてますから。ではね、こういうふうにライブであるとか、まあ、あとは SNS とかでね、葉巻とかの話をしても、間違えてたら、自分じゃなくて、それを聞いた人がね、すごい迷惑なんですよね。要は、俺が嘘をついたっていうふうなことに取られても仕方がない。で、聞いた人は、それを広めてしまってるかもしれない。その人が恥をかいてるかもしれないんですよね。だから、後でそういうふうなことをね、知っても、俺も嫌だし、嘘ついてるっていうふうに言われても嫌なので、100%いわゆるエビデンス、証拠となれるものがない話とかは俺は極力しないです。でもし間違えた、ね、解釈違いであるとか全く違うことをね信じ込んでいたっていうものも当然今になってもありますから、それは分かった時点で必ず伝えて謝罪します。だからね、どの業界でもね、あのちょっとアカデミックな話とかする人はいるし、専門家みたいな人もいますけれども、その人が本当にそうかどうかっていうのは、その人の言動を見てればわかるので、ね、必ず人間なので間違いしたりしますけれども、それをちゃんと修正してるか、あれ違ってましたっていうふうに、ちゃんとフォローしてるかどうかでわかるんですよね。その人が正しいかどうかっていうのは。そうでなかったらね、単に声のでかいね、ハンカツ、門外漢っていうふうなことになるのでね、力ない方がいいと思います。葉巻の世界にはめちゃめちゃいるので。なのでね、知識はね、常にアップデートした方がいいなと思いますね。さっきのモンテクリストもそうですけれども、もうモンテクリストはね、ハバノスで一番売れてるブランドではないので、もう5年以上前からそうかな。結構前からそうですね。ということで、ここでチェック。これ何やってるかっていうと、音と声がね、どれだけずれてるか、ずれが発生してないかね、ちょくちょくチェックしてるんです。ん慶翔さん、例えば同じブレンドでピッグテールのものとそうでないもので味は変わるんでしょうか？ただの見た目ですかね？えっと、具体的に何と何の葉巻ですかね？うん、葉巻の名前が違えば、同じブランド、同じビトラでも、ブレンドは違います。同じだったら同じ名前になってる。
なので違います。同じブレンドでピッグテールのもの。もう外見が違ったら名前が違うのでブレンドも違うんです。なんかそんなのあったっけな。何か名前を出してくれたら、こうですよっていうふうに具体的に言えるんですけど、ピッグテールがついてるブランド自体ね、もう今はね、かなり少ないのでね。まあ、すぐ出るのがトリニダ、あと一部のコイーバー、あと一部のモンテクリストとかですかね。去年のエイトシリーズはコイーバーのラビットでしたけど、今年のエイトシリーズどこから出ると思いますか？うん。どこだったっけな、聞いたんだけど忘れました。興味ないので。まあ、うん。5大ブランドのどれです？あ、6大ブランドのどれかです。忘れちゃった。特に具体例はないです。ケイショウさん、多分ね、そんな葉巻は存在しないです、ハバの巣には。なんとなく気になっただけです。うん。まあ、こんな葉巻があったら面白いなーっていうのをね、妄想するのはね、俺もね、気持ちはよくわかりますよ。ゲージが大きくてドローがいい葉巻に当たると最高。基本的にね、リングゲージが大きい葉巻って、ドローは必ずいいんですけれどもね。2002年以前のね、ハバノスだったらね、ドローチェックはね、ほぼしてないので、太い葉巻でもね、リングゲージが太い葉巻でもドローめっちゃ悪いやつとかあったりするんですけど、現行のはね、そんなないんですよね。ほんと90年代とかはね、本当吸っても全然通らねえ、木の枝みたいなのとかがね、ありましたけれどもね、今はね、そこまで悪いのね、ちっちゃいリングゲージでもないんでね、いいなーっていうふうに思いますけれども。あ、そうそう、知識はアップデートの話で思い出したけれども、だからね、日本だとね、手に入る葉巻の、情報っていうのは、ほぼね、嘘、間違いなので、やっぱりね、海外からね、持ってくるのが早いです。エルムンド・デル・ハバノがね、発行されている、その各国の国の言葉の国ですね。だから、英語圏、スペイン語圏、ドイツ語圏、イタリア語圏、ロシア語圏だと、要はエルムンド・デル・ハバノがその国の言葉で発行されてるので、みんな見てる、読んでるんですよね。だから、おいそれと間違えたこと言えない。言ったらすぐ馬鹿にされるんで。だからね、そこら辺の国で、出版されている資料とかは結構資料的価値が高いんですけれども、これなんかそうですね。エルハバのモデルの。これね、もう出てからね、結構時間経ったんですけど、去年のいつだっけな、これ発売されたの。夏とかだったかな。ちょっと忘れちゃったんですけどもね。まあ、クソ分厚い本なんですけれども、葉巻の辞書ですね。これね、発行してるのがアレクサンダー・グルームっていう、オーストラリア人なんですけれども、皆さん見たときよ、あるな、必ず。9番シガー .com っていうね、各種葉巻のね、名前とビトラとかがガーって出てるね、ホームページあるでしょ。あれのね、サイトマスターがね、そのアレクサンダー・グルームなんですよ。で、彼は日本に来た時あるんですけども、俺も、一緒に会って葉巻吸いました。葉巻ぶち決めました。ね、プラスで。で、この度、そのウェブ版のね、9番シガー .com をね、書籍にまとめたのがこれになるんですね。だからね、いわゆる白本って言われる葉巻の辞典は、2000何年かな、結構頭の方から昔遡れるだけ遡った古い葉巻が掲載されてるんですけど、実は白本以降の新しい葉巻ってまとめてる本がなかったんですよね。それがこれです。これはね、すごいっすよ。でんすげえ表。こんな感じでね、新しい葉巻とかもね、載ってるんでね。重いよ。当然、なくなってしまったブランドとかね、もう、載ってるんですけれども。
ただ、スペシャルヒューミドールとかね、こういうやつとかもね、載ってるんでね。うん。葉巻に関してもね、まあ、俺は全部知ってるし、書籍を持ってるのでいいんですけど、こういうふうに製造過程とか、そういうふうな資料的な価値もね、ただの葉巻の原寸大のね、カタログじゃないっていうふうな本なので、これね、実は限定生産なので、本屋さんで売ってないです。だから手に入らないです。残念でした。っていうふうに言うのは簡単なんですけれども、正しい葉巻の資料欲しいじゃないですか、みんな。ね、グルームにも言ったんですよ。日本には正しい葉巻の本ないんだよ。だから自分で調べるしかないっていうふうに言ったら、じゃあこれ販売するよっていうことで、多分ね、そのうちね、シガークラブでね、売られることになるんじゃないかなと思います。そしたらね、買ってみましょう。グルームが喜ぶんでね。俺の友達なのでこの本については、こうライブじゃなくって、ちゃんとね、動画編集してね、まとめてね、いずれいつかやりたいと思います。気合が続けば。ん今後ハバノスのブランドが増えたり減ったりする可能性ありますか？ありますよ。つうかずっとそうなので、ハバノスっていうの。ハバノスの歴史の流れから言うと、まあ一番大きい出来事は革命、キューバ革命なんですけれども、キューバ革命の前から、前世紀そもそもハバノス、いやキューバシガーのブランドがどれだけあったのかっていうのはね、誰もわからないんですよ。資料が残ってないのでね。500、600はあったっていうふうに言われるんですね。それはね、あり得る話なんですよ。なぜなら、有名な大きい工場じゃなくて、もう家庭内手工業のレベルで作っていたブランドとかもたくさんあるので、俺も聞いた時のない革命前のブランドはたくさんあります。でもやっぱり資本主義。売れなかったら潰れるし、大手が、工場をいくつもブランドをね、傘下に入れたりっていう風に、取ったり取られたり、上げたり買ったりっていう風な感じで、ブランドはね、行き来してきたので、その流れが終わったのはキューバ革命なので、キューバ革命後、すべてのブランドは、ハバナス SR の一社が管理するっていう風なことになったのでね。まあ、ハバナス SR ができる前は、クバタバコっていう会社が管理してたんですけれども、だからね、その革命前は、例えば、アーチウップマン。アップマンの葉巻はアップマン工場でしか作らない。モンテクリストの葉巻はモンテクリスト工場でしか作らない。っていうふうなことがありましたけれども、え今はね、アップマン工場であっても、コイーバーも作るし、パルタガスも作るし、っていうことなんですよね。で、革命後にできたブランドもありますからね。例えばサンクリストバル・デ・ラ・ハバナとかベグエロスっていうのは、1990年代にできたブランドなのでね、非常に新しいんですよね。コイーバーだってそうです。革命後にできたブランドですから。だから、聞かれた内容、今後ハバノスのブランドが増えたり減ったりする可能性は普通にあります。減るっていうのはね、もうないんじゃないのかなっていうふうに予想が立つんですけれども、なんでかっていうと、ブランド減らしたら、限定品とか作れなくなりますよね。その名前関した。もう、そのブランドの中で1種類しか作ってないブランドとかもあったりするんですけど、例えばディプロマティコスはもうナンバー2しか作ってないですよね。サンルイレーもレヒオスしか作ってないんですけれども、そのブランドの名前をつけたレヒオナル、国限定の葉巻ってポンポン出てますよね。ブランドをね、なくしてしまったら、そういうふうな限定品も作れなくなってしまうので、ハバノスはわざわざ今あるブランドをなくしたりとかはしないんじゃないのかなって思うんですよね。ゴロさん、ドラマの殺人事件狂気のレベルの大きさ、そうですね。これ、このね、時点がね、うちに届いた時にめっちゃびっくりしましたよ。でかすぎんだろって。ほんま。
これっすからね。そして顔が隠れるぐらいでかいという。ちなみにね、これは一般販売用でエンジ色なんですけど、これの、限定版と愛蔵版、中身同じだけれども想定が違うっていうのがあって、都合これがね、3冊うちに届いて、うちに並んでるんですけど、めっちゃ邪魔なんですよ。中身同じだからまあでも、かっこいいっすよね。かっこいいし、中身もすごい面白いので、もう届いた時にはね、全部読んじゃいましたけれどもね。わーおっつって。ほぼほぼ知ってる内容ですけれども、やっぱりね、知らないものとかもね、抑えてるんで、やっぱりこういうふうにね、知識をアップデートするのはね、重要だなというふうに思いましたね。あ、これね、片思いしちゃったね。片思いしたらね、別にそのまま吸っても構わないです。ただこういうふうに火つけても、どちらでもいいです。片思いしたらなんていうのは、ハバノスの公式本、エルムンド・デル・ハバノには書いてないです。なんでかっていうと、この前言った通り、基本的に吸ってるうちにどんどん収束していって元通りになってしまうからです。うん。立派な図鑑って感じでかっこいいですね。かっこいいですよね。やっぱね、葉巻に関するグッズとかはね、かっこよさもね、やっぱり重要ですからね。ありがとうございます。勉強になりました。連続の質問となりますが、最後に消えたブランドは何年前の話ですか？直近で最後に消えたブランドって革命前っすね。キューバ革命、65年以上前になりますね。なんだろうな。ラコロナとかじゃないですかね、多分。ラコロナ、ロススタトス・デルクセ、シボネイとかそこら辺だと思いますけれども。だから回答としては直近で消えたのは70年ぐらい前じゃないですかね。多分。まあ、あんま気にする必要ないですよ。今言ったブランドの葉巻は今ではもうまず手に入らないので見ることもないでしょう。ただ、うちにはあります。はい。何や、マル君。葉巻に合う車は何だと思いますか？葉巻に合う車はオープンカーですよ。当然です。うん。説明無用ですね。だって、こもるから。ルーフがある車は。そうなんですね。17年吸っていて、消えたブランドの記憶がなかったので当然ですね。ありがとうございます。まあ、17年吸っていたらね、その間はね、ないですよ。つい最近ですからね。葉巻の歴史で言ったら17年っていうのは。ゴロさん、イメージとしてポルシェが合いそうな。まあ、うん。嗜好品だからこそ嗜好品を何に合わせるかって言ったら多分その人の嗜好っていうふうなことになるのが一番重要なんじゃないのかなと思いますね。人によってはね、キューバシガーだから例えばアメリカンクラシックカーだとかいうふうに言う人もいるでしょうし、ね、バリバリのスポーツカー、スーパーカーがいいっていうふうな人もいるでしょうし。
要はその人の好み次第だと思いますけれども、俺はさっきオープンカーって言いましたけれども、それは中煙がこもらないからなんですけれども、葉巻に合う車何って言われたら、基本的に車の中で葉巻吸ってもいいんだったら、俺は何でもいいです。だって車の中で葉巻吸うのめっちゃ楽しいのでね。吸っていいよって言われたら喜んで吸いますし、吸える車が一番です。タルガですね。タルガトップ。うん。スパイダーでもいいんじゃないの？まあこういうふうにね、葉巻好きがね、そういうふうな話をすると、キリがない。終わりがないのでね。最終的にはほぼ宗教戦争みたいな感じになるのでね。あんまりね、人を見てやった方がいいね。酒の席でね、野球とね、選挙とね、宗教の話はしてはいけないのとね、同じだね。車も宗教みたいなものなのでね。しかしさっきのはひどかったな。何度でもこするけど、これね。これ。コリータ。もうコリータだかコリタだかわかんないけれども、完全にコイーバのパクリじゃないですか。本当に。ハバノスのいいところはね、あの、当然着工もないし、あの、栽培にも農薬使ってないんですよね。まあ、使ってないっていうのはちょっと語弊があって、農薬を買う金すらないっていうのが正しいんですけれども、多分石灰ぐらいしか使ってないと思うんですけれどもね。だからね、ハバノスはオーガニックなんですね。はい、無添加、無着色の、発酵食品で100%野菜なので、カロリーもゼロだからね、健康にいいってわけですね。ワンガンミッドナイトの世界観は好きです。ワンガンミッドナイトはね、名言だらけですからね。うん、ワンガンミッドナイトでね、義務教育が終わるぐらいですから、あの内容は。だからね、ツイッターとかでね、ちょいちょいワンガンミッドナイトのね、写真とかね、まあ、画像とか使ってるんだけどね、あんまみんな分かってくれないんだよな。リアクションが薄いんだよな。それについてツッコミとかね、ツッコミ待ちなんだけど。まあいいや、これ YouTube だから Twitter の話は置いといて。マロ君、まがいものだとコイーバの王の中に赤ドットがあるニカラグラがありますよね。うん。まがいものっていうわけでもないんだよね、あれは。結構聞かれることなんだけど、キューバ以外でもコイーバとかモンテクリストとかあるけど、あれ何なんですかみたいな感じでね、言われるんですけど。あれはね、説明すると、本家と元祖みたいなもんです。まずキューバ革命で、キューバで葉巻工場とかをやっていた工場主、銀行、資本家とかは、全て接収されてしまったので、もう木の実木のままで亡命して出てったんですね。出ないと捕まる、殺されるということで。で、出ていったけれども、工場も農場も全部キューバにある。から、キューバ政府は全てそれを接収して国営化して作った会社がハバノス。で、そのブランドの葉巻はそのままずっと今に至るまで売り続けてるんですけれども、問題はキューバから亡命してきた資本家たちです。彼らはね、ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスで取れる材料、タバコ葉を使って今まで自分たちが展開していた葉巻のブランドをもう一回やり直します。そうすると、どっちが正しい、どっちが本家、どっちが元祖っていうふうなことになるんですね。
プラス、アメリカはキューバの、商標権とかを保護しないので、やりたい放題なわけなんですね。どっちが正しい？キューバ側、ハバノス側は、ニカラグアとかのコイバとかモンテクリストをうちの商標だから使うなっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、拉致が開かない。アメリカさんがそんなこと分かったなんていうわけないのでね。でもね、ヨーロッパ、ユーロの、連邦裁判所ですね。どっかの国じゃなくて、ユーロ全体での裁判所が、キューバシガーのブランドを勝手に使うなっていうふうな判決を出したんですね。これはね、でかい話でした。去年だったんですけれども。単なる小競り合いじゃなくって、ユーロのね、裁判所がね、その判決を下したので、え一部の国では、要は実効性があるわけです、それは。そういうものは、おいそれとヨーロッパで売ることはできなくなった。売っても、売ること自体はできるでしょうけど、何らかのね、摘発とかを受けたりする可能性は今後高くなっていくということになるのでね。車を所有するより、車を所有するより借りる時代になっているのが悲しいですね、本当。うん。それは東京だけだね。日本は東京だけじゃないので。地方に行ったらね、一家で車3台4台持ってるのはね、普通だからね、今でも。むしろ車というよりも、車っていう大きい主語よりも、東京都内、さらに言うなら高級車、会社みたいな感じの、ところじゃないかな、それ。葉巻の箱が葉巻を吸う写真は傑作でした。ツイッターでね。うん。俺的にもあれ面白いと思ったんですけども。まあね、まさかこのライブ配信を見ていて、俺のツイッターをフォローしてない人はいないと思いますけれどもね。まあ、ツイッターでね、五十嵐達也のアカウントをフォローしてないやつは何をやってもダメなのでね、フォローしましょうね。バーバのすうまいな本当に。こう葉巻もね、まあ一つの文化っていうのは認めてはいるんですけれども、普通に無添加、ハバノスとか吸ったら、吸わないんじゃないのかなって思うんだけど。うん。あとトリニダットって呼ぶやつですね。そう。トリニダをトリニダットと呼ぶやつは何をやらせてもダメなので。なんだっけあと、ダメって言ったの。ああ、ヒガンテスとか、ヘニオスとかだね。このトリニダとかそういう風な名前ね、話するとね、これもまたちょっとね、こんがらがった話なんですけれども、あの、葉巻の名前はね、日本国内ですよ。で、例を例えると、3つあるんですよね。なぜか3つある。1つは、財務省に登録されている名前です。タバコ製品は財務省に登録されてないと販売することができないので、名前と値段がそこで決められるんですね。で、財務省のホームページに掲示されてます。これは、申告した会社がその名前で登録されるので、その通り通ってしまうんですね。だからそこの名付けがちょっとおかしいとそのまま通ってしまう。それが公的な名前だから。
スモーカーはね、ロメオイ・フリエタって呼んだりすると思うんですけれども、財務省、つまり日本国で正しい呼び方はロメオ・ワイ・ジュリエッタなんですね。うん。誰だそんな名前つけた？それが一つ。もう一つは、キューバでスペイン語で何と呼ばれているかですね。で、日本では例えばトリニダっていうのはキューバで呼ばれているスペイン語なんですけど、トリニダットが、財務省で登録されている名前なんです。でも、スペイン語は、単語の末尾についている t は発音しないんです。d ですね。d は発音しないので、スペルではトリニダッド、ローマ字読みしたらそうなるんですけども、あちらではトリニダと呼びます。で、同じように日本国内で登録されている名前だと、ギガンテスになるんですけれども、スペイン語は、文頭についている G は発音しない、ヒになるので、ヒガンテスなんですね。で、その日本語のローマ字読みで通すんだったら、ヘニオスはゲニオスになるはずなんですけれども、登録されている名前はヘニオスなんですね。読み方は別にスペイン語じゃなくていいけれども、一貫したルールで通してくれよっていうふうにいつも思ってるんですね、俺は。で、三つ目は、もう成り立ちがわからない。その人の我流の呼び方ですね。どうしてそうなったっていうのですね。例えば、コヒーバです。火が入る。コヒーバをローマ字読みしたら確かにコヒーバと読めないことはないんですけれども、その呼び方は、キューバでも、要はスペイン語でも呼ばないし、財務省にも登録されてない名前。第三の名前なんですよね。このように葉巻は3種類の呼び方があります。でもね、これもね、長い間、ね、それ、各々が使ってた呼び方なので、これも宗教みたいな話なのでね、あまり触れない方がいいと思いますね。例えば、オヨデ・モントレイを何と呼ぶ？ポール・ララニャーガを何と呼ぶって人それぞれ若干違うので。ハバノスは良質なんですね。マニラシガーはどうなんでしょうか？マニラシガーってもうないんじゃないですか？まだ作ってるんですか？基本的にキューバ革命までは、葉巻ってキューバのもう専売特許だったんですよ。ただ、葉巻の消費量が世界で一番大きい国ってアメリカなんですね。今も昔もそうです。革命前で。だからアメリカはキューバシガーが手に入んなくなった時に、アメリカ主導でノンキューバンシガーを作るためにドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスっていう衛星国にタバコ畑を作らせたんですね。マニラシガーもその一つで、キューバで作った葉巻が手に入らない。当然それ以外の国でも、タバコはまあ世界中育てようとしたらどこでも作れるから、それを収穫して巻いてたんですけれども、キューバ産が手に入らなくなったから、どんぐりの背比べでノンキューバンでどこを吸うっていう風な話になったんですよね。その中でのマニラシガーだと思うんですけれども、昔はマニラシガーは良かった。マニラシガーはいい葉巻だっていう風な過去の文献とか漁るとそういうのが出てきたりするんですけれども、それはキューバシガーが手に入らない国ではということなんですよね。うん。で、葉巻に関する情報っていうのは日本にはほとんど入ってこない。昔も今もそうなので、正しい情報が入ってこないという意味ですけれども、だから当時の情報、今でもまだずっとそのまま残ってるっていうのが結構あるんですよね。前回のライブでお話しした、葉巻のヘッドにお酒をつけるであるとか、バブル前の話ですよね。そういう化石が今でもあったりするので、結論的にマニラシガーはハバノスに比べて、大したことないです。嗜好品の世界ですからね、俺はマニラシガーが好きだ。マニラシガー愛してるっていう人もいるかもしれないですけども、俺はハバノスに比べたら、って思いますけれどもね。
ドミニカとかニカラグアとかホンジュラスもね、タバコの葉っぱは取れる。で、生産ラインに乗せられる葉っぱっていうのは分かってるんですよ。でもね、そこで葉巻を作ってる人たちは、キューバから亡命してきた人たちの子孫の会社でやってるので、どうしてもね、ハバの巣に追い越せになってるんですよね。それじゃ多分ダメだと思うんです。ダビドフみたいに、その国で採れた葉っぱの良さを生かす葉巻作りをすればいいと思うんですけど、別の国で採れた葉っぱでね、キューバ市がハバノスを超えようっていう風なのは、まあ、土台無理な話なので、そこのところの方向転換をね、うまくやれば、いいものは今後できてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。ね、昔のトヨタじゃないですけれども、頑張ってメルセデスを超えようぜって言っても、それを目標にしてたら、超えることはできないんですよね。日本車の良さを生かして、その特性を生かして作ればいいので、そうすれば、おのずと人気も高くなってくる。その中での質も上がってくるっていうことで、まあ、世界的にトヨタとかレクサスとかがね、うまく舵を切って売れるようになったんじゃないのかなと思います。キューバ産のタバコ葉を国外に持ち出されることはありますか？ないです。っていうか、キューバは、タバコ葉をキューバから持ち出すことを禁止してます。犯罪です、それは。うん。やってるやつがいたらね、近寄らないようにしてください。で、例えばそれ、タバコ葉材料を日本に持ち込んだとしても、どうするんですか、それ。それで、葉巻、要はタバコ製品を作るのは、法律で禁止されてます。それも犯罪なので、そういうやつがいたら近寄らないようにしましょうね。とか言ってるうちにね、葉巻もこういう風にちびけてきてね、あ、よかった。こっちを吸わなくて。いや、一応これも後でね、吸おうかなと思いますけれどもね。スコッチの樽のようですね。そうですね。原材料を保護するっていうのがあるのでね。ということでね、今回もね、葉巻もちびけてきたのでね、そろそろね、配信も終了したいと思います。まあね、ライブとかでね、質問事項とかがあったらね、ここでね、聞かれてもいいですし、事前に Twitter なりなんなりでね、聞かれてもいいと思います。覚えてたらお答えしますので。ということでね、対戦ありがとうございました。ではまた。